飲み物何にしますか？これね、俺の一番のおすすめ。ほんで何飲み？水割り、ソーダ割り。これこれ置いとく。昼間からすごいいいじゃないですか、こういうなんか。We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. 2人ゲストを招いて、お送りしたいと思います。まずは、全裸監督の、パート2で僕がお世話になりました武正治監督です。おはようございます。お世話になりました。まあいろんなねもう作品いっぱいで、今だって売れてる最も売れてる中の一人の監督ですよね、多分ね。どうなんすかね。いやそうですよ、もういっぱい100円の恋ももちろんそうだし、嘘800、はい、もちろんそうだし、去年もホテルロイヤルももちろんそうだし、ボクシングでアンダードッグっていう。アンダードッグもすごかったですね。それで今回全裸監督2に、出演されてる、増田由香ちゃんです。増田由香です。よろしくお願いします。江戸川ローマっていう役で、江戸川ローマ。だからローマっていうその現場ではずっと俳優としての名前が誰だったっけみたいな。増田由香。増田由香って言います。俺は初めてなんですけどね、全然同じシーンがなかったから。ないんですよね。今日はね、監督と2人で最初はやろうと思ってたんけど、ちょっと男2人むさ苦しいもん、このアパートだからなとこのア思って。パートだしね。そう1人やっぱ花がねいるとありがとういいですよございます。ねと思ありがって。とうございます。やっぱりね。今日はこの3人でお送りしたいと思います。じゃあ乾杯。乾杯。よろしくお願いします。いいですね。こういう番組があるっていうのは。このね、今日は僕の大好きな金八を持ってきて、金八が好き懐かしい。幸せな気持ちになりますね、これ。いいでしょう。今じわっとこう昼からで、ちなみに今日はですね、僕ら3人とも PCR を事前にやって3人とも陰性を確認して臨んでます。はい。だから、先ほど気にしないでね。そうさっきねやりましたもんね。さっきやりました。そうヒューってなんでね。そう車の中でよかった。これで陽性やったら帰らないあかんの。俺が帰ったら2人でやってもらわない。急に。一番悲しいのはなんかゲストだけ残ってホストがいないっていう。2人でお願いしますみたいな井ね。原チャンネルやのに。いやらちゃん今やのに。ちょっと緊急事態が起こりましたみたいな。そう。それでですね、今日はね、ポスターを持っていただいて、これをちょっと貼りたいなと思いま大きいす。ちょっと貼りました。そうこれねネットフリックスの人送ってくれたんで。おお。すごこれはね、ちょっとテレビでは貼れないバージョン。あれないこれは怒られるやつですね。テレビでは、地上波ではちょっとやめてくださいみたいな。なぜかというと、それ貼ってからのお楽しみ。なんかこうポスターをこれ貼るっていうのもなんかこう昔風ですよねこれ。これとかもこれな、これアグネスラム知ってるこれ。知ってる？知ってんの？アグネスラムさんってこういう人なんですよ。こういう人ですよもう。アグネスラムちゃんの横に入りたいと思いやばます。ーい。はい。はい。はい。ありがとうございます。うわーめっちゃいい。欲しいこれ。はこれい。なんかこう下宿っぽくなってきましたね。ほら、この、どうですか？あーすごいすごい。山田孝之のパンツ姿。これは地上波では禁止されております。でアグネスラムがいるところがすごいですよね。これもう時代を。いい。これいいな。後で写真撮っとこう。俺がこう座ったらパンツ隠してない？大丈夫？あ大丈夫だ。大丈夫です。いい位置にね。これね俺覚えてるよ。写真ねすっごいスタッフ撮ってたよこれ。へー。ヘルメットがねアメリカの本当の NASA から取り寄せたんだって。おお、本当なんだってこれ。で俺見せてもらったの。何をやってんですかあんたたちここでって。これなんでこういうあれかというと、2は、山田が扮する、村西徹監督が続いてこう宇宙から全世界にエロを発信したっていう思いで、それでこんなんなってるんですね、きっとね。宇宙に行くんだ。宇宙に行くんだ。そのねそれをこう防ぐ
ライバルになってくるのがそう井原さんがやってた私とそれと同じチームで宮沢りえちゃんと、うん石橋蓮司さん、うんこのチームがねほとんどだからその3人と山田孝之だけだったからあー会社とねそうか会社行ってねぶつかり合うとうんころだからあああ湿気で浮いてくんねやずれてるもうちょっともう一個いっとこうか。いや今日はねこのお二人を迎えてねまあいろいろこう食べながら話しながら今一番禁止されてるでもまあ検査もしたからね、それやをったこれでも事務所に届きましたよ僕の話聞いてるホームプレートでちょっとやって、後で2人のなんかこう思い出の、料理もちょっと、思い出の料理やりたいなと思う。あこれさ見ましたいや見てたこれのどれこの例えば全員写ってるさなんか写真あったよねあこれどれこれですお髪全然違がめっちゃう長いんですよこれですってこれ江戸川ローマンお全然違いうや違うでしょ全然違うあ今髪短いそうもんね髪短いんですよね切ったんです当時のなんかやっぱり90年代に流行った髪型でねソバージュそうそおでうこんぐらいまで髪あったんですよ役がカツラであれカツラかカツラでこれがその女優さんそう女優さんあこんなにいたんですよこう見たらすごいですねそのダイヤモンドまあだからもう専属でねいてそれですごい別のところにもみんなそこに住んでたんですよね5店があってうん1階からなんか寮みたいになってたんだってもうこんだけ女性多いとこう高い木埋もれてるね女の人のパワーがねそうなんだこんなビリーさんが言ってましたもん俺は一度もそのねこういう作品出てんのに、女性と一緒にならないんだってずっとねずっと男たちヤクザと男ばっかなんだよってぼやいてましたああそうねパートにやっぱ分かれてるからね俺もなんか知り合いに全裸監督今度出んねんって言ったらいいですねとかって言うけどもう全然そんなお前女性なんて全然いないシーンよっつってねぶつかり合う役だからねそうなんですよなかなかでもねコロナの中でねすごかったですよね撮影が一旦ストップした止まりました止もんねまりましたねそうだちょうど去年のね今頃ですよねそうですよ3月の28 3月のね28に1回止まったんですよそれでちょうど1週間ぐらい撮影やって3月28日に止まってそっから6月まで中断だから真夏の暑い時にやってそうだ最初登場する俺はヘリコプターで登場するのそうヘリコプターで暑いっしょその代わり俺は覚えてんのはコートで冬のシーンほんでそのヘリって地上で待機してスタンバイするでしょほんでその時はだからエンジンかかってないしエアコンも全くないからそのヘリの中がもう暑くて車状態よ車を止めといて駐車場に止めといて乗る状態で汗だくですよねでも俺の後ろにロシア人の役の人がいてそれでロシアでよくある毛皮のコートに帽子もふっかふかの毛があってこのマフラーもふっかふかの着て俺暑いなと思ってふってみたらその人顔真っ赤にしてかわいそう大変だって現場氷ありましたもんね氷しのかもくっそ暑い日ですよねいや暑いだってその頃スタッフは全員マスクをしないといけない現場で俺らも、本番まではフェイスマスク透明のフェイスガードかあれをやらないといけないでスタッフ全員マスク焼けしてましたよね生まれて初めてマスク焼けしましたねここにあの時それ覚えてるこれマスク焼けやだから現場にいた時ってスタッフさんの顔ここしか見えないんですよでも全然顔が覚えられへんくて大変でしたねあれみんな撮らへんからマスクでもスタジオが多かったのねやっぱりそうですね外よりスタジオの方が多かったですねセットの方がそのさっきのダイヤモンド映像っていうところのセットですからねだからそこはそこが多いスタジオあとはなんかゴルフ場の俺はシーンがあってそれ覚えてるのは石橋蓮司さんが「これ俺倒れたらお前もう知らねえぞ俺は」とかってプラプラまあ
レンジさんがねなんかコメント寄せててとにかくクソ暑かったって人がいたそうみんな作品がどうとこうの言ってたけどレンジさんはもうクソ暑かったぜバカ野郎みたいなそういうコメントがありがたいコメントが来てましたけどね。暑かったってね。いやでもあの時でもやっぱ熱中症コロナもすごかったけどスタッフやっぱ熱中症で倒れたやついましたよ。いやそれぐらい暑かったそのゴルフ場だから井原さんが来る現場っていうのはほとんど記録的な暑さにあそうだったんですね。いい天気になって撮影は最高なんだけどあ記録的な暑さになる屋上のシーンとかも暑かったもん。うわー屋上とかもまずかったですよね。暑かった。井原さんが来る現場はもう記録全部暑さう下からの照り返しロケットの打ち上げのそうね。うわ大変。暑かったあれはまずかったなあれ何人かスタッフ倒れました。あとエキストラって来てた人たちもあの時は結構、今回の撮影って常に看護師さんコロナ対策でいたんだけど、ねいてくれてお医者さんと、ん看護師さんいたんだけどその時はコロナというよりも熱中症で「はいはい休憩」みたいな「はいもうこの人ダメです」みたいな感じでそれが屋上のとことかあとゴルフ場もそうだったかゴルフ場もそう暑かったな。大変。なんかこの間ね監督さっき言ってたけどシーズン1からシーズン2まで一気見したんだってな一気見した家でついに羨ましやってみたいやでも最後最後のね最後自分の取ったねクライマックスのねシーズン2の78一番いいところ力尽きてねい。そう。これはやっぱでも2日目にしようみたいなもあ一日でずっう1日でもうずーっと頭から何時間ですかあれだから16本やから16時10まあ15時間ぐらいじゃないですかだけど最後の78はちょっと力尽きたいやそりゃそうでですよ。次の日の午前中見たかへらねでえ。も楽しかったよ朝からずーっとこストイックですね。ういやアスリートですよそれも。いやいやいや俺らの仕事ってほら今コロナで打ち上げとかもうないからなんかやっぱりそこを目指して最後それでこういろんな思いをね話したりよかったなとかねあれは結構大事なねイベントなのにそれができないからなんか一人今日打ち上げみたいになっちゃったねそうね一回もだから飲むこともなくいや飲めなかったんですよ飲めなかったですね。そううん本当そうですよね確かにそうですだから僕今舞台本番なんだけど一回も誰とも行ったことない舞台ってだからね多いじゃないですか終わったら終わってねまあ一応反省会も含めてねそう全くないみんな帰って家で寂しい。そうよだから俳優さんたちから聞くのはそこが一番大きいっていうねやっぱそれをね楽しみにやってるっていう部分もいやそねうですよ。あるよねやっぱりやっぱ今日はどうだったとかねそううんそうで明日こうしようぜとかねそうそういうのあるもんねやっぱりその作品を撮りながら人とコミュニケーション共演者とかスタッフとかコミュニケーション取りながらなんかこう関係を深めていくっていうのがこの僕らの裏で面白いところやもんね。ねまあなんかねお茶飲むよりも一杯の酒でうん肝心なのが出るんですそねうね本当今日打ち上げみたいになりますね。さてそこで、すごいまずすごい増田ゆかちゃんのはいありがとうございます。大阪生まれさっきからやっぱりちょっと大阪のどこ大阪の淀川です。淀川三国。三国ね三国いくつで出てきたの14であらま東京に出てきてもうそこから一人で。あそれで AKB そうですそうです。に入るために出てきたのそうです。すげえなちなみに前田敦子とかと同世代敦子は1期で私が2期なんですけど。じゃあでも同じ一緒にやってた1期と2期はもう3、4ヶ月ぐらいしか違わないんですよ。どんあーそうだからまあほぼ同期今一緒やねん俺舞台前田あっちゃんあ、そうなんですね。そう敦子面白い人ですよね。いや稽古場でも子供連れてきててそっくりよ顔そうなんだ。そうなんだほんで宮本亞門主演の演出の、ミュージカルオズの魔法使いで主演やってんだはい、ドロシーをやらせていただきました。ミュージカルすで。ごいね本当だドラマ映画舞台などさまざまなジャンルで活躍中とで全裸監督シーズン2に江戸川ローマ役で出演
久々に見たの江戸川ローマって来たねでもいやこれからよ、これから広まるんじゃん、ローマ来たねローマちゃんローマちゃんやっちゃったねやっちゃったね。この6月24 4です日からローマ旋風が、ようやくうん、で、主な出演作品映画、ドラマ、舞台も結構やってるんあ、だね。舞台結構多いですね。ミュージカルとかストあレートのやつとか歌うからな歌います。歌うあそうなんだ。今回も歌うとかあるんですよね。歌うたそうなの。そうなんですよ歌ってまし歌ってましたそう楽しみやな。なんかこうやってね、た。会そうってまたみんなも楽しみやね。オーディションで来たのいきなりあ、それ聞きましたよ。なんか今回2のもともとオーディションで決めようと思ってたんですか？もう大この役体ねオーディションしようよってもう今じゃないオーディションって今珍しいんですよね、あんまりないんですよね。もう大体いろんな小さい役だろうが大きい役だろうが関係なしで一オーディションね回会おうといやーそういうそれはいいな。すごいなんかアメリカ的じゃないですか。名のある人も含めて会おうよあ、僕そういえば終わった日に監督に挨拶しに行こう思ったらオーディションやってオーディションやってましたねそうなんや。そうそうオーディションやってるんだ。へ結構いろんなもう出演者っていうのはもう全部会っとこうっていうねえ。面白いですそうそれで自分でマネージャーに言ったの？いやもうシーズン1のファンすぎて私何回見たかわからんぐらいめっちゃ見たんですよ。で初めてその濡れ場っていうシーンで胸を打たれて自分が制御できないぐらい泣いて黒木薫黒木さがんと笛を吹くところでなんか叫びみたいなものを感じた時にその女性ってやっぱり性的な部分で見られることも多いけどそこを超えて自分を主張する部分があるっていうのをすごいなんか悲鳴のようなものを感じて号泣しちゃって家で次の日仕事あるのにもう目パンパンみたいなことがあって感銘を受けてこれはシーズン2楽しみやなって普通にファンとして見ようと思ってたら知り合いのスタッフさんに「全裸監督って知ってる?」って言われて「いやもちろん知ってますよもうめちゃめちゃファンですよ」っていうので言ったら「受けへんの?」って言われて「オーディションやってるんですか?」みたいな「受けます」って言ってでマネージャーさんに受けたいんですけどって言ったらマネージャーさん58のおじさんなんですけどああもう俺も58よ。あ、おじさんって言っちゃったまあおじさんまあおじさんまあおじさんなんですけどそのおじさんに見えないな。いやほんまですよねそう言ったんですちょっと心痛んでるけどね58のおじさん。いやいいおじさんですねいやそれでマネージャーさん25年ぐらいも芸能の方でやってる人でやっぱネットフリックスとか配信系はちょっと昔の人からするとどっかでなんか民放とかっていう部分があったみたいなんですよ。でも私は時代にそれは載ってないと。配信が今はすごいんですよって言って全裸監督すごいから受けたいですっていうのを恵比寿のタイ料理屋さんで言ったらちょっと俺もちょっと持ち帰らせてくれみたいな感じでちょっと渋られてやっぱそういうセクシーなシーンがあるのでって言われたけども私はどうしても受けたいっていうのでその時にオーディションがもう終盤やったんですよね。終盤でしたね。終盤でもう終わるかもみたいな感じの時に延長されてるっていうのを聞いてていやもうこれは受けたいしかなくてもう受けるなって言われても受けに行きたいぐらいの気持ちだったんですけど受けに行きますって言ってそれで受けに行けてあれ何回か来たんじゃない 3,4 回行きました。で僕多分最後になんかいいのが一人いるんですよって言われたんですよいや多分高橋さん大丈夫だと思うんだけど一回見てもらっていいですかって言ってで俺なんかもう作品もやっててそうなんかもうぐちゃぐちゃな影さんが会った時にめちゃくちゃ忙しそうで、ちょっと機嫌悪かったんですよ。機嫌悪くないけど普段からあんな感じなんだ、ああそうなんです初めて飲むねんけどこのやっぱり作品やってる時はもっとこうクッてなってるよね。そう今ふわってそう幸せな気持ちでこれ絶対覚えてないと思うんですけど今日これ着てるのオーディションで着てた服なんですよ。マジかよ。最終審査で江戸川ローマってどういう子やろうと思って。こういう子なんですよ。なるほどね。いやこういうところがやっぱちょっと違うよね。それでも
印象に残る色をって思って、うん赤江戸川ローマっていうのをもともともらってたんで、江戸川ローマでお願いしますっていうのを絶対取りに行きたいって久々にこ気合入ってたようね。ほんまにこんなに涙が出るほど震えるほどやりたいどうと思ったいうオーディショョンやったの？セリフ読まされたり。ンで一回3次審査ぐらいにやったオーディションの台本をそのままおうもう一回来てくださいって言われた時おうおうにたけさんがいらっしゃってて、ネットフリックスの本社に行ってそなんかうでもう俺なんか半分今日なんで呼ばれてるのかわかんないみたいそういう感じだっなんすか今からオーディションやるんですねみたいなた。だからふわふわしてたんですね。だってもうなんだかわかんないですよ。何にも言われてとにかく来いみたいなこと「おい」っつって「今日誰来るんですか?」みたいな「オーディションなんですか?」とかって言ったら「いやでもいいのがいるんで」とかっつって嬉しい。で誰の役で見たらいいのとかって思ったらあれですよ、ちょっとずっとペンディングになってた江戸川ローマっていうのはあれなんか面白いやつがいいよねってずっと言ってたんですよ。ちょっとおかしげなやつがいいんですよっつって。ほんで見てお芝居もちゃんとしてるじゃないですか。で一番はそれで俺言ってんの、これ関西弁に一回やってみたら。そう。関西弁でやってんの？関西弁でやってみたらって大阪なのっていう話大阪なのって言ったらそうなんですよ。関西弁でやってじゃみたらあ今やったのちょっと関西弁でやってみてよってやったんですよね。それと大きいと思うよね。出演者の中に関西弁喋る人誰も出てこないわけじゃないですか。一人ぐらいそういうやつでいてもいいなと思って関西弁でやってみたらって言ったらまたガラッと変わるわけですよ。なるほど。もうちょっとなんかおかしげになっていくわけですよ。だからもうその後もうさとかその決定とかじゃなくて、この役もうさ関西の出身の設定にしようかとかって言って、もうその場で決まっちゃった部分だね。いやでも時たけさん最後に言ったの覚えてます？最後に私が出ていく時に1月のオーディションやったのに「良いお年を」って言われたんですよ。もう落ちたと思って違う、そういうのはね、受けてる方はビビットに1な月やのに「良いお年を」ってもうずっと青へみたいやんって思ってちゃう逆言ったの、いい年になるぜってわからん、もうそんなん嫌や私それで泣きながら帰ってカフェ5軒はしごしたんですよ。家帰られへんから儲かったカフェがもういやカフェ儲かったじゃないですよ。家もうこんなままでわかるわ、その気持ち。絶対役者としては思い出す良いお年をって言われたら、めっちゃ嫌なやつじゃん俺。だってもう年明けてんのに良いお年をって言われたらそうやんな。それでほんまに一瞬たけさんのこと嫌いになって10年日記つけてるんですけど、その日の日記にたけさんほんまに嫌いって書いたんですよ。良いお年をって俺いつも言うのよ大体。いやそしたらその現場行った時に「お疲れ様です」って言ったら現場でも「良いお年を」って言ってたから挨拶やったんかいみたいな。そうなるほど次元にしてくれみたいな感じでその時は良い年が来るねとかやったら分かるよだかな。ら分かる。良いお年をやったおやったらさよならみたいな。もう過ぎてる震えて泣きながら表参道から帰ったんですから。私良いお年をっていうのを正月だけに使うんじゃなくて、そんなの関係ないもん俺たちはっていう。あ、なるほどね。俺たちは暦と関係ない生きてるわけじゃないですか。いやだってそ俺たちんな知らへんから。そうそれでいいのよ。じゃあたけさんから良いお年をって出たらウェルカムですよ。なるほど。っていうこともうが俺たちと一緒にやろうぜっていうね。なるほどね。普段の一般の人たちの暦の中で俺たちは生きてないから、まあね、夜来てもおはようございますおはようございますって言うじゃないですか。確かにだからちょっとおかしいやつ世界でしょ。だからローマはようやくそこで俺たちのおかしな世界に足を突っ込んでくれる。なるほどね。あいやそうやったんだ。でも日記には嫌な人っていや違いますよ。たけさん嫌いって書いてあるんです。嫌いあの時もほんまに泣きながら帰りましたね。まあそんなもんでさ。でここでじゃあ武監督のプロフィール。愛知県生まれなんですよね。そうです。ね。何？名古屋弁全然出ないで。いや僕だから親が九州なんですよ。さっきねちょっと話してて。それで親が僕ら九州北九州だったりとかで鹿児島だったりとかちょっと関西にいたりとかっていうのがあるからあんまり名古屋のもちろん中学高校とかでね友達と一緒にいると名古屋弁なんでしょうけど家がもともと名古屋弁じゃないんであと東京が一番長いですからね。そうですよね。東京は高校卒業してすぐ出てきたんですか？高校出て大学に入る大学入ってなんで19の時に来たのかな。そっから大学はちゃんと卒業したんですか？らしいです。行ってない。行ってないんですけど行ってない。なんからしいんですよ。卒業証書もらってないんでなんか
全然わかんないです。もうその頃現場出てました。工藤栄一さん、はい監督ね、西洋一さん、井筒さんとかいろんな作品の最初に助監督で、僕も助監督時代に実は一緒にやった渡辺監督っていそううです。ひなごんっていう映画でね。広島でねね、奥地でね、いい思い出ですけど。変わったすごい映画、面白い映画です本当に。それをで僕は一緒にして、だからそれ以来、それ以来なんですよ。あ、そうなんですね。それだからお会いした時にね、ご無沙汰してます。いやいやもう20年近いですよね。うわー、すごい。そうですね。そういう確かそうですね。そうなんですよ。それで、この「ボーイ・ミーツ・プサン」にて映画監督デビュー、数多くの作品を今までやられてます。で全裸監督シーズン2が6月の24日、全8話一挙公開、世界公開ですよね。そうですね。楽しみですね。世界で公開されますから、これ世界の人が本当にそれこそ一気見なんだ。ほんまですね。俺ワンは一気見したもん。全裸監督は。私もそうです。一気に見ましたアメリカでロスで一気見したな。あ、そうそう。で見てる時に女房に入ってこられてちょっと焦ったけど、ほんでまたちょっとエロいシーンやったからなんかそういうビデオ見てんのかなみたいな。監督作品いっぱい「ボーイ・ミーツ・プサン」カフェ代官山、花向こうは18歳、カフェソウル、エデン、これは山本太郎が主演太郎ちゃん出てもらってます。ね、すぐ電話して主演に出てください。その太郎が役者でいろんな政治的な発言をして揉めてる時にね、すぐ電話して「モンゴル野球青春期」「イン・ザ・ヒーロー」「100円の恋」リングサイドストーリー」「嘘800」、これは新しいですからね。これのパート2もだって公開されてますもんね。その下のね、そうでこれ10、キバイアンセ私、10、これはパート2ですか。パート2ですね。ホテル、これは去年ですよね。はい。2020年。2020年すごいじゃないですか。1、2、3。5本。アンダードッグってね、前編と後編があるんで5本ですね。あ、じゃあこの忙しい時にオーディションやったそう。そうなる。で、アンダードッグの仕上げをしながら、アンダードッグってね、これもね、全8話あるんですよ、配信で。これを仕上げながら撮影やってたんですよ。これはなかなかなもんでしたね。いや、今たまたま今日じゃあ本当にぽっかり今ゆったり全裸監督の公開を迎える前にちょっとゆったりしてる時に、いや、これやっとですよ。これ久しぶりに今ぽやんとしてます。ぽやんと。でドラマも数と。そうですね。全裸監督もちろんそうですけど、全裸監督はどういう運びで監督がこのやることになって公開されるんですか。僕はね、ちょうどね、キバイアンセ私っていうのが鹿児島の方で撮影したんですよ。日本の最南端のものすごい田舎なんですけど、でそこに出発する1日前ですよ。ネットフリックスの人が連絡来て、今年どういうスケジュールですかって言う、いや今年も何も明日からちょっと鹿児島行っちゃいますって言ったら、いや行く前にちょっと会いたいって言うんですよ。でどうしても出発の前の日の夜11時ぐらいですよ。そこしか時間なかったんで、その時に基礎店でね、渋谷の蔦屋の上のなんか喫茶店みたいなところ、もう店閉まるギリぐらいプロデューサーの人と会って「で田口さん全裸監督って知ってますか?」っつって「そっから始まったんや。いや読んでますよ」っつって「原作は読みました俺好きなんで」っつって「でそういうのやるんですか?」って言って「そんなできるんですか?」って聞いたんですよ。これやっていいんですかこんなのって言って。僕もよくネットフリックスのことよく分かってないから、普通だとちょっと無理ですよね。でちょうどその頃ってMeToo の問題とかだいぶ出てきてて、かなりうるさくなってたんですよ。アメリカの方でだいぶ聞いてきて、これはアメリカの人とかいいんですかこれとかって言ってで要は100円の恋を見てちょっと変なことを作ってる人がいるなっていう、変なものを作ってる人がいるからちょっと会いたいっつってやってたんですけど、でもいいですねって言いながらもちょっと僕でもスケジュールが次も決まってるんですよと。この頃どうですかって言うんだけど、いやこの頃俺もう多分やれて1話ぐらい
お手伝いできるぐらいかどうかがもう分かんないぐらいで、もう来年この嘘800っていうのは実は京都で待ってたわけですよ。鹿児島から帰ってきたら次京都行かなきゃいけないって言って鹿児島で撮影して編集やってたんですよ。で編集やってたらパーテーション1枚その編集の部屋を作ってもらって、その裏でなんかね打ち合わせしてるやつがいるんですよ。でなんか黒木薫とか村西とか言ってるから、時々ちょっと編集終わった時にトイレ行く時にふって覗いたらシナリオチームがそこの部屋でシナリオ作ってるんですよ。あ、それだから一人じゃなくて何人かでやってたん4人ぐらいでやってるんですよ。で聞こえてくるんだよ。で俺時々こう見て「おお」って言ったら「なんでここにいるんですか?」って言うから、いや知ってる監督の内田さんっていうのが、内田さんね、内田さんがいたから「あ、内田さんどうも」とかって言ったわけですよ。アカデミー取った内田さんね。そしたら「タクさん何してるんですか?」「いや俺これ編集室ここなの」ちょっと時間終わったらこっち来てくださいよ」っつって「おお」ってなんか時々その編集終わった時にシナリオやってるの見て「あでもね俺黒い顔って一回会ったことあるんだよ」とか言ってで90年代と今度80年代俺実はアダルトビデオの店員やってたんだよそうなの。でそういう話してるうちに「いや黒木さんね CM の時こんな感じでね」とかって話してたんですよ。でそしたらなんでそんなとこいたんですか?」「いや学生の時なんかいつもアルバイトに行ったりとかするとねそういうの見たりとかでSM っぽいの好きってこういう感じだったよ」とか、なんかそういう話してたんですよ。そしたらそっから1週間ぐらいしてからかな、4月、ネットフリックスのこの本社で正式にちょっと来てくれって言ってで来てプロデューサー今度4人ぐらいいて聞き取りみたいになったんですよ。まあある意味面接じゃないですか。「タカさんだったらどう作りますか?」とか「いや僕も実は80年代で実はちょっと一回やらなきゃいけないと思って他の作品の企画いっぱい出してたんだって話をしたので、ちょっと80年代でこうだったんだとか、こうでこういうふうにしたら面白いんじゃないかっていうのをもう好きだって喋ってたんですよ。だから今度は次1週間ぐらいしたら編集の合間になんか今度1回そのシナリオ会議を1回やるから来てくれって言ってだからその内田さんと河合監督っていうもう決まってる監督でもう一人監督決めなきゃいけない、あと1人必要なんだでだからどうも自分がその最後のもう一人ぐらいになってるみたいで、で行ってその台本読んでまた好き勝手なこと言ってたんですよ。こうじゃなくてこうした方が面白いんじゃないのとか、こっちとこっちの意見どっちがいいんだって言ってどっちもよくないよとか言ってたんですよ。そしたら正式にお願いしてください。だから一番最後に入ったんですよ。最後に入ったけど、まあいわゆる総監督ですよね。だから総監督っていうのももう本当撮影のちょっと前の時になんか赤坂に呼ばれて、すごいでなんか飯食わしてくれるって言うから、なんか美味しいものをちょっと食べてたら、ところなんですけど実はちょっと総監督やってほしいんですよ。パクパク食べながらなんすかそれみたいな感じでもう食べちゃったしなみたいな。あれ食べたらもう断れないじゃないですか。だけどよく分かってなかったんですけど、それで他のまだ実は作品のその仕上げやってて次の京都の嘘800のシナリオとかも作ってるんですよ。なるほどね。である日呼ばれたわけですよ。ついに夜のねついに10時ぐらいからいろんな仕上げ終わった後に一回来いと、で私たち待ってますからってネットフリックス行ったんですよ。そしたら今度はスタッフがダーッといるわけ逆オーディションみたいなで、あれ何今日と思ってでカメラマンの山本秀夫さんとかもう脇固められてんだ。ご無沙汰してますとかもう先輩たち有名な人たちばっかりどうもご無沙汰してますとかでも自分が助監督の時にもう要するに一流の人たちがずらっているわけで、まあそこの中に制作の人だとか助監督の人もいたんですけど、もう誰が誰だか分かんないわけですよ。で座った瞬間にもう一斉になんかロケハンの写真だとか衣装のスタイリストの小川久美子さんとか「田辺さんね衣装なんだけどこれ何どこの話?」みたいな、実はまだ頭がちんぷんかんぷんで整理できてないんだけど、そういう時はちょっともう監督らしくしなきゃいけないじゃないですか。ちょっと考えるふりしながらなんか「これですかね?」とか言いながらも「やばいやばいやばい」と思ってでなんかすごいのもう勢いが待ってましたみたいな感じで、つまりもう撮影がもう2ヶ月後くらいに迫ってたのかな。でさすがにもう始まったっていう感じがあって、で僕もまあそろそろ合流できますけど、ところですいませんって僕言ったんですよ。僕何話やるんですかって聞いた瞬間にスタッフが静まっちゃったこの人分かってない、この人分かってない、どうなってんですかみたいな、みんな一斉にプロデューサーをわって見て僕何話やるんですかって聞いたら
武さんは1話と4話と5話と7なんかね初めね4話ぐらい言われたの。いや無理半分ね、8話、半分ぐらい言われたの。いや無理ですから無理です。俺できないって言ったらもうできないですよ、こんなん無理ですよ。1話ですかとかなんか言って、1話ぐらいしかできないと思いますよって言ったら、なんかスタッフがなんかだんだんテンション上がってる感じがこれ言っちゃまずかったのかなと思って、でこれ僕何話やるんですかねって言ったら、いや無理ですよ、ちょっともう一回ちょっと整理した方がいいと思いますよって言って、で解散になったんですよ。まあ終電も近くなってきたからみんな一回。それで制作の人が、まあその時僕ウィークリーとって準備してたから、もう家帰ってないで別のところで準備してたから、そこまで送ってくれたんですよ、車で。そしたらその制作の人が「まだいろいろと話決まってなかったんですね」って言いながら「いや実を言うとそうなんだよ」とかって言いながら「あれまずかったかな」とか言いながら「いやもうなんか武さんとはもう何度ももうみんな打ち合わせしてんのかなと思ったんですけど」って言ったら「いや俺まだ1回ぐらいしか本読んでないんだよ」これちゃんとやんなきゃまずいなと思い始めて、そっからスイッチ入れましたよ。これも絶対こんだけのメンバーがいるんだからこれまずいなと思って、これシーズン1の時ですよ。でまだ山田孝之君とこも会ってないから、そっからちょっとちゃんと。じゃあ背中をグググッと押されて、だからそのシーズン1はある意味まだなんていうんですか、見切り発車でもないんだけど、まあこういうだってネットフリックスの作品の中でもこういう異質だから、それを世界配信でやれんのかね、そのさっき言ってた「MeToo」もそうだけど、世界的にね差別のこととかそのビビッドに反応してるね状況の中で、だから手探りで、でももうネットフリックス側は多分もう武監督で台本がまだね固まってなかったんですよ。いやそういう問題あるからやっぱすごい慎重にやってましたよ。女性の意見聞いたりとか、もうとにかく台本のスタッフがすごい多くて、毎回人が変わってたりとかして、あれこの間来てた人も来ないんだとか、だからすごいいろんな意見を聞いていく中で、僕もそれ読んで、例えばこうじゃないのああじゃないのって言って、もう先週読んだものから全部変わってたりとか。なるほど。だから時間かかってるわけですよ。でそのシナリオに時間かかるってことはスタッフがちょっと焦るわけですよ。でそのスタッフの焦りもあったから、これはシナリオの方もなんかうまいことしながらスタッフをこうコントロールしてあげないと、これはちょっとやばいなと思って僕もシナリオの方のスイッチをこう入れてったりして、でスタッフとのコミュニケーションを取りながら、であとオーディションにしようとか。だからやっぱりオーディションに絶対した方がいいんだと僕は言いました、ね。いやオーディションって僕も絶対賛成ですよ。黒木役をどうするんだって言ったんですよ。でこういう作品はスターが生まれる瞬間があるから、黒木の役だけはそれはいろんな既成の有名な人に声かけていくのもありだけど、絶対オーディションやりましょう、絶対。だからオーディションかけるってことはその役をやりたい人が集まるんやからね。だからこの役をローマンさんもそうだったけど、この役をやるっていう人の方が貴重だっていう、つまりうまいとか下手とかっていうのもあるけど、この役をやるんだっていうことの方が大事なんじゃないのって、今の日本にとって、そういう人と会おうよって、一人でも多く。だから黒木薫にならないかもしれないけども違う役でオファーできるし、つまりそれだけきついことをやんなきゃいけない人がたくさん役の中にいるから、黒木だけじゃないから、この作品になんかやるんだっていうその日本にどれぐらい今女性スタッフキャストがいるのかっていうのは、この作品のなんかこういいなんかこう存在意義になるっていうかな。わかりますよ。でやりましょうって。だから森田さん来たわけ。やっぱ入ってきた瞬間にね、こいつなんか変だなと思ったの。一人だけだったよ、脇毛描いてた。描いてたんですか？自分でなんかね脇毛をちゃんとつけてきてた。私脇毛がね、俺脇生やしてきたやついいんだと思っていつから準備してたんだろうとかって思ったわけですよ。なんか変なやついんなと思って、そしたらそうじゃなくて、私は脇毛が生えないからなんかこうちょっとでもやんなきゃいけないと思ってやってきたんですって言ったら、もうそこでだいぶリードだよね。いやそれは分かるな。俺もねある時のハリウッドのオーディションで前の日にふと思って、それで丸坊主にせなあかんと思って、あれ前の日にふと思うんですよね。ふと思って、それで12時ぐらいにガーって
って自分でバリカンでやった丸坊主にして、すごいそれでそしたら女房が起きてきて「うわー!」とか違う人が入ってきたと思ってびっくりしますよびっくりした。それはびっくりする。いやちょっと気合い入れるためにやっぱ丸坊主にせなあかんと思って、その人物が丸坊主で、僕ぐらいの身長でもっとでかかったらそれから10キロぐらい体重も増やしたんですけど、それぐらいで臨まないとこれはダメだと思って、やれないと思ってふと思って夜中に次の日オーディションでプロデューサーはもうキャスティングディレクターはもうそんな大丈夫なの、いやもう暇ですから僕大丈夫ですみたいな。まあどっちかですよね。いやでもそれぐらいのね気持ちをやっぱり伝えたかった。僕はこの役やりたい、とにかくやりたいっていう気持ちをね見せたかったから。そんなもんやんねやっぱり。そんなの今日の赤い服もそうだね。いやそうやんな、ビールやんな。ですし、オーディション全裸監督の一時の審査の時とかはもうアキナちゃんとかそういう昔の画像をこういっぱいやって、髪の毛ってどうやったらなるほど。昔に見えんねやろみたいなのを YouTube とかで一生懸命やってやるよね。やりましたね。形からやっぱり入るっていういやだからやっぱオーディションはいいんですよ。こうやって役者がやっぱりそのねアプローチするいい場じゃないですか。それで受かるか受かないかっていうのは俺もよくオーディション今でも受けてるけど、それはその時の運なんよ。そうですね。で役に合わない時ももちろんあるし、タイミングもあるし、いろんなことで、それで監督が俺のこと嫌いなんやとか、それは多分日記に嫌いってことね。それぐらい体重乗っけてたのに、たけさんがなんかふわーっと「いやもう嫌私よ」って言われたのがもうずーっともう走馬灯のように回ってたんですよ、あの時は。次はもう大丈夫で。じゃあちょっと酒ばっかり飲んでるとそうそう酔っ払っだいぶ飲みましたてねちょっとあれしてるんたけで、さんも結構若くなってで俺ね一杯でも赤くなるんだよ。そっから長い人全然大丈夫やね。私全然俺赤ない。全然大丈夫です。やらないとちょっと赤くなるけど分かんない。俺ね体調悪い時に赤くなる。僕もそうですよ。赤くなる。でも俺は本当赤くなる。ビール一杯でも赤くなる。ずっと長いタイプですか？長いじゃあちょっと料理をしながらはいちょっとまたトークをやっていきたいと思います。はい。今日はね、なんと全裸監督の武正治さんと、それと女優のそれに出てるエドガー・ローマっていう役で出てる、僕はね全然会ってないですけど同じシーンもなくて、それの増田さん、に、来てもらうんですね。今日ちょっとねお酒もいただくんで、これコップ類、ちょっとこれ水割りようかなと思って、でこれはロック、これ100円やねこれで、消費税で110円かな。このお皿を何枚か買ってきて、皿4枚ぐらいはいるかなと思って、このちっちゃい皿を買って、タバコも監督するかもないし、俺もたまにするんでタバコね。これは野菜とか食材入れるものも必要かなと思ってこれを買って、醤油、油、これポン酢、一応ねここをカタカタ言うから、ここを貼ってちょっと埋めようかなと思って、これも100円ショップってまな板、これ熱いかなと思って、うちは割と俺気利くやろ、竹のちょっといいやつにして、割り箸の方が今の時期ええから、ちょっと汚れた時拭くやつね。でこれなんか必要かなと思ってタップもう安いからどんどん、これちょっと布団しまう時の湿気のやつね、これもいるかな。これが切れるかどうか知らんけど100円。これ除菌アルコールこう手拭いたりとかね、本プレートでこう裏返したりするね。これなんか知らんけど終わった時に調味料これ入れれるようにこれ買った。マヨネーズはやっぱり好きなんで、俺も好きやけどね、マヨネーズいるかなってで、僕の好きな金八も持ってきました。ビールも飲むかなと思ってビールをちょっと家からね、これなんか最近の、IPA ビールっていうの、これをなんか3種類こう持ってきまして、家で使ってるちょっとこれ残り物ないけど焼肉のタレを持って、俺が吸いたい時に吸うタバコを持ってきて、ほんでこれが入れへんからこの袋もなんと買って、で今日はこのホームプレートでちょっとこれもう机キッチキチやね、これをやりたいなと思います。部屋にね
何のポスター貼りたくてね、何がええかなと思ってひらめいたんです。寺内貫太郎一家って好きで見てて、キキキリンさんがジュリーっていうのもちょっとこうなんかええなと思って探してきたポスターがなんとじゃん、俺が小学生の時に好きだったアグネス・ラムのポスターを貼りたいと思います。さあどこに貼ろうかな。どうですか、ちょっと皆さん知ってる方懐かしいですよね。かわいいな。ちょっとこれから準備をして、監督と増田さんを、迎えたいと思います。では準備にかかりたいと思います。もう早せなね、もうちょっとしたら来るからね。お、意外とこれ100均のやつ切れるやん。今日はもう手むちゃくちゃ洗うてるからね。俺の調理レベルはあれよ、まあ店もやってたけど学生時代の家庭科レベルや。だから俺いや実はボタン付けもできんねん。その時やらされたからあれはやっぱり必要やね。今の若い子もやった方がいいよね、ボタン付けぐらいね。やっぱりキレ悪いね。100円じゃん。よし、まあ愛情はこもってます。まあこれお肉もあるからね。まあこれ洗いましょうか。はい、こんな感じです。チャンネル登録よろしく。